ネットに顔出してる割合なんて、1割ぐらいなんですよ。もうなんなら1割もないと思う。だけどその1割の中でみんな比べるじゃないですか。いいじゃん、いいじゃん、こっちの方がいいじゃん。どうも、窪塚洋介です。はい。すいませんね。なんか、このために、いろいろ消しました。テレビのコンセントも抜いたし、Wi-Fi のコンセントも抜いたし、オーブントースターのコンセントも抜きました。ほんで、電子レンジのコンセントも抜いて、照明フル活用です。よろしく。照明はね、なぜか俺んちあるんですよ。あ、なんか今、めっちゃ撮影してて、こういうキモい。撮影してて、帰ってきたんですよ、今。めちゃくちゃお腹空いてます。前日の夜なんか、スムージー作って飲んだんですよ。バナナ、ベリー、冷凍ベリー、ヨーグルト。で、前日の夜スムージーでしょ。で、今日、昼から撮影だったんで、昼まで何も食わず、レッドブル1本だけで耐えしのいでたんですけど、もう本当にきつくてお腹空いて本当にジャンクなものが食べたい。すいません。髪染めました。はい。ほんでエクステもつけました。なんでかっていうと、見てくれてる人は、ボブにしろだの、ウルフにしろだの、派手髪ウルフ、マッシュ、サラサラマッシュにしろとか。うるさいっす。メツアミエクステつけたんですけど、どうすかなんかね、結構僕って反骨心から何でもかんでもすること多いんですよ。これは嫌だ、これがいい、みたいなね。そういうことだとですけど。うん。だから、仕事関係のご飯のお誘いも断りました。はい、断りました。それぐらい、マジでお腹空いて、みんなに伝えたい、動画撮りたいということで、今じゃないとダメなんですよ、こういうのって。今。思い立ったら今、みたいな。そういう感じで、お送りしてます。てかさ、聞きたいんですけど、一つ聞きたいんですけど、やばい、マジやばい。落ちてるご飯が。はい。ミッキーのハロウィンのお盆買いました。買いましたごめんなさい。癖が。ごめんなさいね。買いましたミッキーのお盆買いました。なんかフリマとかで行って200円かなぐらいだったんで。ミスドーナツ10個食べたらすごいかな。なんかちょっとわかんなくて。だから、一回聞いてみようかなと思ってみんなに。ミスドにこんなさ、カレーパンみたいな、これ見たことある？もう本当に興味本位で買いました。そういうので結構動いちゃうタイプなんですよ。ENFP なんで。なんかおもろいかなっていう感じで、ミスドと俺このクリームが好きなんですよね。エンゼルカスタードクリームみたいな。これはこれあれっす。フォロワーにもらったミスドの券。まあ、朝昼関係なく夜ご飯として食べちゃいます。例のね、アメリカのオーブントースターなんですけど、はい。28,000円ぐらいしました。はい。いわゆるリベイクってやつですかね。マツコ・デラックスさんが一番好きな、日常生活の行為がリベイクらしくて、はい。それと同じことをしてます。マジでこれ俺が作ったんじゃねえかっていうぐらい見て。で、この量のドーナツ食います。多分合計このグラタンみたいに入れたらちょうど10個です。これ食えたらすごない？めっちゃ。いただきまーす。俺食事しだしたら喋れないんだよね。喋る前の方がいっぱい喋ってたよね、だって。サルシッチャ。待って、今何時？まあいいか。いただきまーす。これがミスドで食えんのって思うやん。俺が後から直したからです。残念。切れたままなら、そう思いません。俺が温め直したからです。残念。ほんで、最近、ネットを信用しすぎっていうのは、マジ思うんですよ。この世の中っていうか、世の中のこと語るのもあれなんですけど、俺が一番言いたいのは、ネットの顔面偏差値が、日本の顔面偏差値だと思ってない。美男美女とかやっぱ TikTok とか YouTube、インスタ、Twitter いっぱいある中で、ネットに見えてるものだけが顔面偏差値だと思ってないですか？で、なんか自分の顔見た時に、どうしよう、私全然イケてないとか、可愛くない、かっこよくないって思ってる人めっちゃ多いと思うんですよね。俺の友達もそう言ってて、ネット社会が、日本の顔面偏差値じゃないですから、ネットに顔上げてるやつなんて、自分が漏れてる写真とか、そんなんしか世に出さないわけですよ。そんなブサイクな写真なんて、誰も出さないじゃないですか。
ネットに出てる顔面と自分の顔面を比べて、私ってなんかそうでもないのかなみたいな、そんなん気にしなくてもマジでいい。ネットに出てるものなんて、日本でいうこんだけですから。みんなはこの社会の中で自分と比べて自分の顔面はこうだ。自分の容姿はこうだって決めつけてるんですよ。これで。ネットに顔出してる割合なんて、1割ぐらいなんですよ。もうなんなら1割もないと思う。だけどその1割の中でみんな比べるじゃないですか。こいつはこうだと思うよ。こいつはこうだと思うよ。みたいな。このコミュニティでどう生きていけばっていう話。これが地球、これが日本だとしたら、これぐらいです。はい。これマジ。インスタグラマーなんてすごい美人も良くて、おしゃれで、何でもできちゃうみたいな、そんなことないですから。僕は何でもできちゃいます。はい。そんなあの子はこうで、何でもできちゃうみたいな、この状態ってこれですからね、何回も言うけど。だから、もう、こんなとこじゃなくて、ここで生きよう、みんな。うん。なんか僕最近、エキサイティングな気持ちとか、その、パワーとか、その直感とか、でそういうのを、なんか足りてないなって最近めっちゃ思うんですよね。なんか、昔、アパレル店員をやってた時に、その、関西に住んでる時ね。なんか恩師みたいな人がいて、そのアパレルのね。その人が絶対に言ってくる言葉があるんですよ。君、パワー足りてないね。来店します。おはようございます。みたいな。お疲れ様です。みんな言ったら、パワー足りてないね。みたいな、言ってくるんですよ。第一声ですよ。こんな、会話の入りパワー足りてないね。こいつ何言ってんだろうな、みたいな。めっちゃ年上です。僕よりも一回りぐらい年上の方なんですけど、その人も会話の入りから、いや、パワー足りてないね。エクサイティング足りてるみたいな感じでふっかけてくるんですけど、その彼が大事にしているのは、パワー、バイブス、エキサイティングだったっけな、多分この3つだったと思うんですけど、やっぱ一番推してるのがパワーだったんですよね、その店主が。なんかそのパワーって何？普通に考えて。パワー、ちょっと理解するのに、数ヶ月かかりまして。アパレルにおいてパワーってなんだろうみたいな。なんか上京して俺パワー足りてないな、みたいな。さっき言ったように、もう俺もなんかこの中で、なんか狭いコミュニティで生きてきてんのかなって思うと、なんか嫌気がさすんですよね。だから、なんか物事何もかも、あんま否定したくなくて、人に対しても自分に対しても。なんかすぐそれはやめときなよみたいな。アドバイスにもなってないようなアドバイスを言ってくる人っているじゃないですか。もうネットベースじゃないですか、そもそもが。だからネットがこうだから自分はこうした方がいいよね、みたいな。いや、それめっちゃ嫌だな、みたいな。そこだけにこだわらなくていいんですよ。もっといろんなとこから取ってきて、それを取り入れたのが自分っていうのでいいと思います、それは。自分が描いた絵とか、自分が作った音楽を評価するのって、大体ネットじゃない？どう思います？なんかやりたいなと思ってネットに投稿します。それを否定されたとしても、それが全てじゃないんですよ。だから、ネットを 100% だと思うのは、NG！ でも、そんなこと言っても無理なんですよ。もうこの社会はネットに侵略されてるので、ネットを気にするなとか、ネットだけが全てじゃないとか言ったとしても、無理です。僕の友達最近辞めて、会社を。MBTA は絶対いいから始まるクソ陽キャみたいな友達がいるんですけど、どんな初対面でも、シャー、ファミリーみたいな感じのノリで行く、すんごいスーパー陽キャ、俺もあんま見たことないぐらいの、なんか陽キャがいるんですけど、その子が、普通に仕事を転職するっつって。俺が今まで見た陽キャの中でも、かなりトップの陽キャなんですけど、その人でも、やっぱメンタル持たない。っていうことは、みんなもっと多分、食らうんだろうな、みたいな思って。あいつでも無理なら、お前も無理だよ、みたいな。こいつのことなんか無理だな、とか、あるじゃないですか。でも無理なら無理なんですよ。俺のこと嫌いな人だっていっぱいいます。だってそれ無理だから。好きになろうと思うともう無理だから。それ仕方ないんですよ。でもそれはこういうことも、こういう意見もあるんじゃないとか、こういう感じでやってみたらいいんじゃないとか、軽いアドバイスとかしても、そのアドバイスすらイライラされることもあります。だって無理だから。俺のことなんかもう生理的に受け付けない人だっているわけですから、諭すように言ったとしても、無理なものは無理なんですよ。でも、どっかで評価してくれる人はいるんですよ。そういうのは、絶対あります。よく言うやん、みんな違ってみんないいからね、とか言うやつほど指定してくるやついるんですけど、そんなことない。
みんな違ってみんないいよね、体制100です。だから、諭すように、訴えかけますよ。僕はみんなに。地元にアンチがいるんですよ。見てるかな今。ちょっとドキドキしながら言うんですけど、ファックごめんなさい。まあ普通にアンチですから、俺のね、地元のね、お前はこういう活動をしてることに対して俺はこう思うよ。みたいな、まあアンチがいたんですけどね。いきなり長文が来て最近、俺のこと嫌いなやつから長文が来た、ワクワクみたいな感じで読んでいったんですよ。そしたらなんか、マジいきなりごめんな、みたいな。なんか俺は、青葉がどう思ってるか、なんか聞きたいんだけど、みたいな。見てるかな？見てたらちょっと気まずい。まあいいか。それが青葉。で、なんかそういう長文が送られてきて、別に俺は、青葉のことどうも思ってないし、これからも仲良くしていきたい。かわいいね。青葉が勝手に、俺のこと嫌ってんのかなと思って、俺も距離を置いてみたんだ。なんか、正直、お前がどう思ってるか聞きたい。っていう、なんか、つら。なんか、青葉が俺のこと嫌ってると思ってるから連絡もしなかったし、飲みにも行かなかったし、まあうるせえわ、みたいな。こっちは ENFP だし、お前構う時間なんかねえわ、みたいな気持ちだったんですけど、まあ俺も返しました。笑顔で。絵文字あり、顔文字あり、みたいな。俺は全然何々のこと嫌いじゃないよ。そうだな。嫌いじゃないよ。全然俺は飲みに行きたいと思ってる。みたいな。だから別になんか心配することは全然ないんだよ。泣き。みたいな。そしたらなんかありがとう。みたいな。感謝。お前の気持ちが聞けてよかったわ。みたいな。LINE が来て。思ったんですけど、地元が一緒だろうが、地元が離れてようが、多分お前は俺のこと嫌いだったよ。みたいな。地元っていうフィルターで、があるから、ちょっと優しく接してくれてありがとうな。それでなんかちょっと長くなりまして、また今度会うんですけど。まあそういうのもありまして、まあ2年間アンチされたとしても、その子が、こういうことは間違ってたって、自分で気づけるだけすごいですから。そういうことやってる人って自分で気づけないじゃないですか。だから自分で気づいて、ちゃんとこういうことを言ってきてくれる時点で、まあ素晴らしいことだなって僕は思います。テレビつけようと思ったら、テレビの線も、Wi-Fi も、充電器も全部コンセント抜いてるんだった。使ってるんだった。この照明たちで。見て。これはちょっとパンの耳的な扱いでごめんなさい。あと、ポンデリング3つだけ。おい、7個もドーナツ作ってる。やばい。そんな感じですね。だから、何が言いたいかっていうと、ネット社会が全てではないということを一番伝えたかったことですかね。では、See you again! はい、じゃあなこういう街なんだよね。なんか、マツコの知らない世界で出るような街。ごめんなさいね。すいません。